今回はですね、宮崎駿監督のアニメ映画魔女の宅急便1989年の作品ですね。ここにある通りですね。1989年だからもう30年以上前の作品になるんですけども、バブル経済の真っ只中に作られた作品でですね、ジブリアニメの人気ベスト3に、いつも入る作品です。もののけ姫とかですね、千と千尋の方が評価的には高いんですけども、好きか嫌いかっていうとですね、やっぱこの当時のシンプルな作り、あとね、103分かな、割と短いのでですね、好きだという人が多いです。原作はですね、角野栄子さんという人のですね、同じ名前の児童文学ですね。今僕は文庫本で持ってますけども、こういうですね、児童文学でですね、この小説の単行本が出たのが1985年なんですね。だから小説が出版されてから割とすぐにジブリでアニメ化された作品になります。お話はですね、ヨーロッパのどこかを舞台に13歳の魔女が一人暮らしをするというファンタジーものですね。ただし宮崎駿なのでですね、普通のファンタジーじゃないという部分を掘り返そうと思います。魔女の宅急便、普通じゃない3要素ですね。時代はなんと現代です。で、2番目、黒猫じじが話せる理由、話せなくなる理由。これもやっぱ普通のファンタジーじゃないところですね。3、映像のみで説明する設定がすごく多いと。だからセリフを見るとね、すごいごまかされるんですね。まず一番上から行きましょう。舞台はなんと現代なんですけれども、宮崎駿によるとですね、舞台は2度の世界大戦を経験していないヨーロッパということです。つまり、第一次世界大戦も第二次世界大戦もなかった世界なんですね。だから、科学とか技術の発達がもうちぐはぐなんですよ。例えばモノクロのテレビが出てくるんですけどもですね、そのテレビも結構普及してるんですね。だから1960年代ぐらいだろうという人もいればですね、走ってる自動車は1920年代っぽいんですよ。空を飛んでるのが1940年代ぐらいの飛行機とか飛行船なんですね。で、街を歩く人々のファッション。これがですね、1980年風なんですね。それも当たり前で宮崎駿が直接ヨーロッパの住んでる人たちの服装とかですね、風俗の参考にしたのが1988年。つまり、この映画を作る前の年にですね、ヨーロッパ旅行行った時の取材記録を元にしてるからなんですけども、でなんで僕はこれを現代っていうふうに言ったのかと。現代っていうのは正確に言えばアニメ公開の1989年なんですけどもですね、なんで二度の世界大戦がないって言ったのかっていうと、戦争によってですね、技術っていうのは急に進歩するんですね。だから第一次大戦がなかったらおそらく戦争の道具自体もそんな進歩しなかったし、飛行機というものも実用化されることがあんまりなかっただろうというふうに言われています。で、第二次大戦っていうのがもしなければ大型飛行機というのが多分なかなか作られずにですっていうふうなことがよく言われるんですね。なのでこの世界では第一次大戦、第二次大戦がなかったので、科学の発展がすごい緩やかなんですね。だから時代設定はほぼこの映画の公開当時の1989年なんですよ。で、二つ目。黒猫じじが話せる理由なんですけども、これね、魔法使いの女の子は使い魔の猫と話せる、じじと話せると。これ原作にもちゃんと書いてる設定なんですけども、ただ原作にはこう書いてるんですね。魔女のお母さんは女の子が生まれたら同時期に生まれた黒猫を飼う。その黒猫は生まれた女の子とだけ話せる特別な猫になる。しかし女の子が恋をしたら猫も自分の相手を探して女の子と猫は別れる。だから、キキのお母さんも実は昔黒猫がいたんだけども、自分が恋をした時に別れたっていうような設定になってるんですね。で、これだったらですね、普通のファンタジーなんですよ。でも、宮崎駿はこの設定をね、使わなかったんですね。で、理由は、インタビューで語ってるんですけど、俺猫があんまり好きじゃないしっていうですね、すごい理由なんですけども、あいつら分かったような顔をしていて気に食わないっていうですね、もちろんそうは言いながらもですね、ジブリにいる猫は可愛がっているんでですね、冗談みたいなもんだと思いますけども、ジジがキキとだけ喋れるのも、後に話せなくなるのも、全く別の理由なんですね、原作の設定と。で、これはかなり巧妙に隠された設定です。だから資料本とかですね、評論とか読むと、キキが成長したので話せなくなったとかですね、いろんなことが書いてるんですけども、映像的な伏線を読み取らないとちょっとわかりにくいんですね。宮崎駿特有の暗号もあるので、こっちはちょっと次回のですね、中級編に譲ろうと思います。三つ目、今日話すのはこの三つ目ですね。映像のみでしか説明しない設定が多すぎる。もう本当に多すぎるんですけど、具体例を紹介しましょう。例えば、キキがですね、旅立った夜ですね、満月の夜にですね、生まれ故郷を旅立つんですけども、ほうきで空を飛んでるとですね、先輩の魔女と出会うんですね。
先輩のかなり美人なですね、森本浩二さんがキャラクターデザインした1年先輩だから、1歳年上ですね、魔女とですね、一緒に飛んでるところです。キキはですね、先輩の魔女からですね、あなたなんか得意なことあるの？私は占いをやってるわっていうふうに言われると。そのキキはすごい感心するんですね。で、この先輩ですね、キキよりかなり魔法が上手でですね、キキは例えば反動なしに飛べないんですよ。つまり、この魔女を見つけた時も魔女に近づこうとして体を左へ傾ける。傾けないと進路が変えられないんですね。飛行機みたいに。で、傾けた瞬間に一回、ほうきのコードがガクンと落ちて、そこからぐわっと上がりながら魔女に近づくと。つまり、動作が大げさでないとですね、キキは方向転換できないんです。しかし、この先輩の魔女はですね、じゃあねって言ってキキと別れるときに足首だけクイッと伸ばすんですよね。で、ほうきにまたがってて足首だけクイッと伸ばすことでですね、この魔女はシュッと予備動作なしにですね、キキみたいに力を入れずにそのままシュッとほうきが上昇して、で、キキの反対側に回り込んで、あなたも頑張ってねって言いながらですね、自分の街へ降りていくシーンがあるんですけども、このですね、その飛ばし方のうまさですね、この先輩割といい人ですね、あなたも頑張ってって声をかけるんですけども、自分の街に降りていくその美人の先輩をキキはいいなというふうに憧れるんです。この辺はセリフでわかる展開なんですけれども、しかしですね、この先輩の魔女がですね、今修行している街っていうのがですね、絵で出てきます。これが絵だけで説明される設定ですね。先輩の魔女がずっとこの後コードを下げて降りていくんですけど、この街です。これ宮崎駿のですね、わかるでしょっていうサインなんですね。街は小さいのに、やたらネオンサインが多いですね。しかも中央、この部分注目してください。先輩のちょうどほうきのあたりですね。風車にも赤いネオンサインがあります。これは適当な色指定ではないんですよ。絵コンテにもきちんとですね、赤い風車のネオンっていう風に指示があります。で、世界広しといえどもですね、風車が赤いネオンで輝いている場所、赤いネオンで飾り付けられている風車っていうのはですね、世界中でここしかないんです。パリのムーランルージュです。パリのキャバレームーランルージュで、今は割と上品な場所になってるんですけども、1950年代、60年代、つまり宮崎駿の青春時代、ここっていうのは歌舞伎町のような風俗街で、子供たちにはファンタジー映画に見えるように作りました。でも、子供を連れてきた大人の皆さん、私たち大人にはこの赤いネオンの風車でわかりますよね。世の中そんなに甘くないってことですよねっていう宮崎駿のメッセージです。つまり最近は恋占いをやってるっていうのは、その歌舞伎町みたいな街で風俗嬢やそのお客さんの相手をしているという意味です。1989年の現代を舞台に世間知らずのですね、13歳の女の子が都会に出てたった一人で暮らすっていうのは、こういう誘惑とかこういう危険性があることだっていうふうに宮崎駿は描いてるんですね。でもそれを子供たちが見てるときは、なんか美人な先輩がいて、で、彼女はやってるのに、私は大丈夫なのかなというふうに子供が共感するように作られてるんですけれども、ところが大人が見ると、ちょっと待てよ、あんなところに降りていくと。都会で女の子が一人で暮らしてるのはそういうことなのかっていうような二重の意味で取れるように作ってるんですね。この世間知らずの女の子が13歳で田舎から都会に出てきて暮らすと、この意味とか、あとどんな危険があるのかっていうところから宮崎駿は目を離さないんです。宮崎駿が書こうとしているのは、あくまで1989年現代のバブル期の日本で若い女の子が一人で田舎から都会へ出てきた時にどうなってしまうのかって話なんですね。つまり魔法があるから一人でも暮らせるんだっていうですね、そういうハッピーな話ではないんですよ。もちろんそういうハッピーな結末になるんですけども、その裏にはどんなリスクがあるのかっていうと、綺麗事のファンタジーを見たがってる子供たちのために、そういうリアルすぎる視点っていうのは映像だけでしか見せないんですね。こういうふうに、この映像だけでしか見せない伏線、設定っていうのはそういうようなことなんですけど、子供たちはちゃんとファンタジーに浸れるように使ってるんですけども、観客が気づくセリフでは占いができるとか、最近はこういう占いもやってるんですけども、子供たちが気づきにくい映像ではですね、この先輩の魔女が、ちょっと綺麗な魔女が、この歓楽街というか風俗街に降りていくところを描くんですね。つまりその落ちていく先輩の魔女っていうのをものすごいゆっくりと見せているんですよ。で、それに対してキキが全く気づかずに憧れて見ているっていうような、そういう視点で見せてるんですね。そんな先輩はキキに対して、あなたも頑張ってって声をかけてくれるけど、キキはその先輩の
痩せ我慢の声援に気がつかないんですね。あなたも頑張ってっていうのは、そんな軽い言葉じゃなくて、彼女の見栄というか頑張っての裏にはですね、やっと1年が終わってもうすぐ帰れるってウキウキした口調で言うと。つまり、この街での生活が実は結構辛かったこととか、あと女であるゆえのなんかしんどかった経験というのには気づかせないんですね。だから、この時の危機の目線っていうのは、田舎の女子中学生がですね、東京でキャバ嬢をやっているなんかお姉さんたちのしんどさがわかんなくて、インスタ写真だけで見たですね、こんなセレブの生活をしてみたいと、キャバ嬢っていうのもかっこいいなっていうふうに思っているという、そういう憧れてるようなもんなんですね。宮崎駿の劇場アニメっていうのは、セリフよりもこういう映像に仕込まれた説明とか伏線がやたら多いんですね。そのさっきのムーラン・ルージュもそうなんですけど。だから画面で何かちょっとあれって思ったら、調べる癖をつけてくれたらですね、割と実はかなり設定作り込んでることがわかると思います。もうこの辺面白いです。というわけでですね、この魔女の宅急便ですね。最初はですね、魔女宅が普通のファンタジーじゃない3要素、映像のみで説明する設定がありますという、その1でした。